Hello，大家，疗伤游戏第3集，竞争和凑准备要来进行他们的第一次约会了，地点还是选在小凑最讨厌的游乐场。我们赶快来看看，在小凑钓男人的同时，还会发生什么有趣的故事。看起来是玩得蛮开心的啊，并没有那么排斥啊。遊園地なんてだるいに決まってるって今朝まではそう思ってたのに今人生で一番楽しんでるかもしんない。原来是玩完之后入迷了啊！小臭女王本来想做钓男人的猎人，看来是沦陷了呢。静馬くんを落とすためとはいえこれじゃほとんど罰ゲームだよ。楽しくない。ただ幸せそうな家族連れとかカップルとか見てたら具合悪くなっちゃって。哎，こういうとこ来るの初めてだから慣れてないってだけ。是有什么家庭议题吗？还不曾来过游乐园。そんなやついるんだ。お前の初めて最高の時間にする。絶対楽しませるから。行こう。ちょっと走んなくてもいいじゃん。哎，你们坐第一排哦。手あげんだよ。哇哦，这轨道一看就是一个高难度的哈。哇，小臭，小臭你还好吗？披头散发的。あー楽しかった。ね次どこ行く？竞争，你回头看一下呀，小臭快不行了。大丈夫？何が？大丈夫。硬撑。哎。どう？良くなった？有点肉麻哈，小臭没有体验過這種簡單的浪漫啊。ちょっと待って、近くない？貼好近。ジェットコースター行けるんじゃない？これいっぱい乗ったら。ちょっと克服できるかも。ね。めっちゃ楽しかったね。ね。看来這種難度的才適合你哦。高低差がすごかったね。何笑って。越認識你越覺得你可愛呗。お前もこういうとこ来ると無邪気に笑うんだなって。うっさいな。やばい。俺としたことが。静馬くんを落とすために来たのに。自己要被攻略了。カスタード入りホワイトタイガー焼き。俺のはお好み焼き。お好み焼き。うん。你还有帶相機來哦。あ？めっちゃ可愛いの撮れた。急に撮んなよ。めっちゃ可愛いじゃん。これもめっちゃ美味しいじゃん。ここのホワイトタイガー人気なんだよね。お前動物園行ったことないの？うん。じゃあ後で行こうな。変に気を使うことも使われることもなくて、こんな感覚は久しぶりだ。啊，真的啊，不知道他以前都生活在什麼樣的環境裡。ホワイトタイガーはベンガルトラの白変種。白変種っていうのは白く生まれる遺伝子を持ってるって意味で、自然界での出現率は1万分の1って言われてる。獸醫系學生登場。かっこいいじゃん。哎呦，小臭，你還喜歡聽他講這些啊？看來你們兩個蠻搭的哦。怎麼了？哈？今度はそっちが楽しくなさそうなんだけど。なんなの？ごめんな。哎，竞争這樣子被親的也都沒有推開他吼，也都沒有排斥哎。もしかして元カノのこと？それにこの前は浮気した女を恨むどころか笑って許したよね。對啊，静馬くんって相当のお人よしだけどさ、かっこいいじゃんって思って。看看你眼前這個人吧，會欣賞你的好的。でも彼氏だ彼女だのみんな本当よくやるよね。簡単に信用するから傷つくのに。竞争是不是也在想小臭的事？觉得小臭話語裡無意間透露出的傷痛，讓他有點心疼。ちょっと待って待って。何をどうしたらこんな風に撮れんの？俺までこんな風に撮られて嫌なんだけど。直男的拍攝技術被嫌棄喲。冗談。静馬くん好きな風に撮っていいと思うよ。だから静馬くんに写真の撮り方教えてあげる。本当か？すごい助かる。他大概以前被前女友嫌棄過拍照技術吧。但是像小臭这样嫌棄完之後還教他拍照的，確實第一次見，這才是真正的適合他的吼。被寫体を決めたら
周りに余計なものが映っていないかを確認する。手前のこれを少し切って。本当に綺麗な顔してる。你看荧幕啦，在看人。これじゃ酔って手出すのもというか酔ってなくても。哦，真的假的？这里是游乐园，不要冲动哦。ねえちゃんと見て。全然違う。是我觉得小臭这个构图有点太专业了，很不像是一般人来游乐园会捕捉下的那个温度。何急に。回敬你一张突袭照片，你看这才是一般人会拍的照片嘛，多有温度。哎，そのポーズ好きじゃない？摆 pose 也不太会。はい、チーズ。めっちゃいい感じじゃん。めっちゃいいね。超有情侣的感觉的，对吧？どうしたんだ俺。男だし会って暇さえ。いいな、好きだなって素直に思ってきなよ。どう？少しは好きになってくれた？写真ってさ、目で見た景色を切り出せるだけじゃなくて、撮った時の記憶とか感情とかも一緒に残るでしょ。まあ泥酔してたら何撮ったって無駄なんだけど。あれは悪かった。本当に。怎么样？是不是应该在喝醉的时候拍几张照片？但是床照还是先不要拍比较好。静馬くん今日のことだって綺麗さっぱり忘れちゃうから。なんて冗談。よ。そんな顔でそんなこと言われると余計に忘れられなくなる。だからもうそんな寂しいこと。哎呀，感觉好像灰姑娘的午夜钟声敲响，幸福就这么戛然而止了哈。不会啦，你们会持续下去的。今日のことはきっと一生忘れない。静馬くんこれ。こんなに目が離せない相手と出会ったのは初めてだから。ここも予約してたんだけど。いいか。いいかってもちろん。うお、めっちゃ豪華。大きい。哇，哎，竞争，你才刚跟小臭发生过那种事，你还敢跟他来开房间哦？不过也是啊，你们都预定好了的，就不要浪费。哎呦，哦，好棒哦！这两个人都知道高脚杯要拿杯柄，我的愿望终于有人替我实现了。アトラクションに並んでいる時、唇噛んでたら。俺ってイライラしてる時に出る癖？観察してた。对啊，而且好敏锐哦，这种小习惯都被他看见了。動物は喋んないから観察するしかない。動物？你把它当什么动物？大学で静馬くん呼び出してもらうの大変だったんだよ。俺が学生証取ったんじゃないかって疑われて。そしたらあの学生のお姉ちゃんが助けてくれた。あでもあの時頑張ったおかげで人の金でいい部屋泊まれていい飯食えて。夜景まで見られて最高。哎，他其实很擅长乐观的思考事情哈，虽然他嘴上老是在抱怨。生島様。いいのか？人のバースデーケーキで。全然気にしない。小臭今天太幸福了，什么都不介意的感觉。又或者，其实这才是本来的小臭。今日どうだった？你还跟他坐同一张床？次は逆から回ってみるか。そしたらアトラクションも動物も制覇できるだろう。竞争还在想下次了。子供の頃親がいなくなっちゃってさ。啊。家族らしいこと何にもできなかったんだよね。所以他是胸控，每天黏着那个跟他相依为命的哥哥。でも周りは家族で何したとかどこ行ったとか楽しそうにしてるわけじゃん。だからずっと悔しくてさ。竞争已经取得小臭这么深的信任了哈，开始让小臭愿意跟他开诚布公了。今日は来てよかった。ちなみに俺デートっぽいのも初めて。じゃあ今まで恋人いたこととか？ない。あいなかったし愛だなんだって
期待してたら後で裏切られた時苦しいじゃん。実の親だって愛してくれるとは限らないのに他人なんて。啊，所以他跟他亲生父母是不是还有别的故事？居然没谈过恋爱就这么不相信恋爱了。他人って俺もなのか。なんだ何を言わせたいんだ俺は。いやなんでもない。哎呀，好可惜，没有趁气氛刚好的时候直接确认关系。お前ここ使っていいぞ。俺は向こうの部屋で寝る。なんでちょっと待って。ここでいいじゃん。ベッドあんのにやんなかったらもったいないからに決まってるでしょ。哎，你要确定哎？哇塞！しようよ。何したっていいんだよ。小臭在幸福的同时没有忘记自己的任务哎。好きだとか付き合いだとかめんどくさいこと絶対に言わないし。分かった。哦，你就这样接受了？好きだ。啊？啊？啊？第3集看完了，我记得我之前说这个导演他非常的平铺直叙，没有什么复杂的镜头语言，还是什么花俏的手法。但是从这一集来看，我觉得他还是有一些技术上的优点的，那就是这2个人的对话也太自然了吧！虽然这也是2位演员的功劳啦，他们2个的演技还蛮自然的。不过另一方面，也是因为导演没有多加干涉，才让他们可以有这种发挥的空间。有的时候对话可能甚至连正反打都没有，就一个镜头在那边一镜到底，让他们自然而然的对话发生下去。你感觉这是真的？你身处在游乐园的时候，坐你隔壁的情侣发生的对话，非常的自然而然，没有那种台词的感觉。一般人说话的时候，真的比较不会出现那种工整的文法、完整的语句，很多时候甚至就只是一字一句，或者是一个语助词在那边丢来丢去而已。说真的，现在越来越少戏剧能做到这一点了，但是这部剧意外的有做到哦。现在我更愿意相信导演之所以不用复杂的镜头语言，是他自己的选择，而不是他做不到。回到剧情来说，这2个人在本次约会之前都是带着目的来的。竞争他只是想要补偿小臭当时做了渣男时伤害了他，而小臭呢就是想要报复他。但没想到2个人都各自沦陷在对方的温柔乡里呀。竞争一如既往的温柔，对小臭来说那是他原本的世界里不会出现的那种人。来到游乐园玩，那也是他自己原本的世界里不会出现的地点，不会出现的游乐项目。那对竞争来说，小臭这个人就更是他原本的生活圈里面不会出现的这样子的一个人物。原本从前几集我对小臭的印象就觉得他性格有点尖锐，当然可能也是因为他过去曾经受过什么伤，才让他变成这样子的一个小刺猬，随时随地竖起自己尖角的状态。但是从这集来看，原来他也是有这样子一个可爱、灵动、幸福的一面，而且这一面的他居然不会在那边说三道四的到处点评、到处嫌弃，反而很自然而然的就融入在那个世界里，跟竞争玩得很幸福了。所以，也许没有经历过家庭伤痛的他，原本就是这个样子的。只是过去在他的生活里，没有一个契机可以激发出他这一面。现在由竞争带领他体验幸福，自然而然，他心里面纯真的那个小孩就出来了。所以说咯，这部剧叫《疗伤游戏》。游戏只是其中一部分，前2集的内容可能比较偏向游戏，2个 Playboy 在到处游戏人间，但是现在开始真正要进行疗伤，要进行那治愈的部分啦。这部剧一开始觉得它属于刺激那一挂的，可能也不太准确。2个人呢披着刺激的皮，谈的却是最温暖的恋爱，体验的是最有温度的爱情啊。行啦，这一集就看到这边吧。我们下次再来继续看他们在游乐园的那天晚上到底会发生什么事情吧。下次见，拜拜。